間のない方や説明が不要な方は説明なし版がございますので、そちらをご視聴ください。やあ、葵だよ。おっす、レオだぞ。葵、今日は何を作るんだ？今日はレタスとキュウリのやみつきサラダバージョン2を作るよ。ナスの肉味噌炒め会で作ったやつとはどう違うんだ？そのあたりもこれから詳しく説明していくよ。この動画は説明あり版となっているから、時間のない人や調理経験の長い人は説明なし版のご視聴をおすすめします。必要な材料はこちらです。調理中に慌てないためにも前もって準備をしておきましょう。では、きゅうりの板ずりをしていきます。板ずりっていうのは、きゅうりに塩をまぶしてまな板の上でコロコロと転がしてきゅうりのイボを取る調理工程なんだよな。その通りだよ。付け加えると塩をまぶすことによって水分が適度に抜けて歯ごたえも良くなるし、青臭みも取れたり、いいことだらけなんだよ。それは絶対にやらなきゃ損だな。ある程度こすれたら水洗いします。この時ってきゅうりはどんな手触りなんだ？少しだけしなってる感じかな。硬くはないね。そうなのか。少しこすっただけで柔らかくなり始めるんだな。塩のパワーは偉大だよ。パワー。はい、次はきゅうりを切っていきます。今回は蛇腹切りを行います。蛇腹切りってなんだ？まあ見てて。まずはヘタを切り落とします。もう片方も落とします。きゅうりの緑色が濃い部分、太い方のヘタの周りですね。この部分の皮は渋みがありますので、皮を剥いていきます。すげえ、こんな剥き方できないぞ。練習すればできるようになるよ。僕もそんなに上手じゃないからね。ほんとだ、少し残ってるな。うまく剥けなかったところは鉛筆を削るみたいにしてもいいし、そもそもピーラーを使って剥いてもいいしね。みんなのやりやすい方法で怪我をしないように気をつけよう。渋い皮を剥けたら蛇腹に切っていきます。どんな切り方なんだろ蛇腹切りっていうのは両面にそれぞれ食材が切れない程度の深さまで切り込みを入れる技法のことだよ。う。それがなんで蛇腹切りって言うんだ？両面に互い違いに切れない程度の深さまで斜めの切り込みを入れるとビョーンって伸びるようになるんだよね。その伸びた時の食材の見た目が蛇のお腹に見えるからじゃない？あ、蛇のお腹のことだったのか。なんだと思ってたの？柑橘の蛇腹だと思ってた。そっちか。レオにしては真面目な答えで戸惑ってるよ。俺だって真面目な時もあるよ。ごめん。そろそろ1本目が切り終わるよ。話をそらしたな。この切り方が難しい方はきゅうりの前後に割り箸を置いてあげるとやりやすいと思います。普通のお箸は使わない方がいいな。傷だらけになりそうだ。お、切り終わりそうだな。切り終わったら少し上から押さえてあげると伸びが良くなります。本当に蛇のお腹みたいだな。そうでしょ。残りの2本も同じように切っていくよ。葵って誰に料理を教えてもらったんだ？どうしたの？急に。いや、いろいろなことを知ってるから誰かに教わったのかなって。師匠に教わったんだよ。師匠？そんな人いてるのか？またそのうち紹介するね。次に食べやすい大きさに切り分けていきます。食べやすい大きさって人によって違うよな。そうだね。なのでお好みの大きさに切っていただければと思います。この切り方のきゅうりを使った料理って他に何があるんだ？基本的には酢の物とかに使うんだけど、最近はおつまみ系の漬物レシピとかによく使われているよね。残りの2本も同様にして切っていきます。きゅうりの酢の物美味しいよな。そうだね。僕も酢の物好きだよ。次はレタスを仕込んでいきます。まずはヘタをくり抜きます。指を切らないように注意だな。そうだね。思いのほか包丁が入りすぎることがあるからね。あ、ヘタがどこかに転がっていったぞ。気にしないで。次はレタスをちぎっていきます。包丁で切ると苦味が出るから手でちぎるんだよな。その通りだよ。レタスは金属に弱いから包丁で切ると切り口が赤く変色するんだけど、手でちぎることでそれも防げるよね。ドレッシングの辛みも良くなるって聞いたことがあるぞ。もう手でちぎるしかないよね。レタスは全体の約 95% が水分なんだけど、ビタミン C、E、カロテン、
カリウム、カルシウム、食物繊維などをバランスよく含んでるんだよ。そうなんだな。勉強になるな。ちぎり終わりました。次は揉み込んでいきましょう。きゅうりとレタスをビニール袋に詰めていきましょう。袋がない場合は食材を混ぜやすそうな大きめのボウルに入れよ袋に詰めたら中華スープの素をまぶしていきます。う。塩をまぶして水分を抜く代わりに中華スープの素で水分を抜くんだよな。割と多めにまぶします。中に空気を残す感じで袋の口をしっかりと閉じます。フリフリタイムだな。違うよ、シャカシャカタイムだよ。なんでもいいじゃん。自分が言い出したのに。袋の口をしっかりと持って穴が開いてないか確認してから振っていきます。なぜ塩もみではなくて鶏ガラスープの素という一見無駄に見えることをしてるのかというと、水分が抜けた場所に鶏ガラスープの旨味を染み込ませたいと思い、このようにしています。だら、いっそのこと味もつけてしまえばいいんじゃね。そういうやり方をしている人もいてるからお好みでしてください。揉み込んだら空気を抜いてしっかりと口を結んで2時間ほど置きます。2時間経ちましたので出てきた水分を絞っていきます。絞るときに袋の口の下にザルを置いておくと誤ってこぼしたときにザルが受け止めてくれるから安心だぞ。ちなみに葵は毎回置くのを忘れてるぞ。そうなんだ、毎回忘れてしまうんだよね。こぼしたことないけど。次は味付けをしていきます。チューブニンニク適量、ごま油大さじ1、薄口醤油大さじ1/2。調味料を入れたら袋の口をしっかりと閉じて振ったり揉んだりして混ぜ合わせていきます。この料理洗い物が少なくて済むよな。混ざったら口をしっかりと縛って10分ほど置きます。盛り付けるときにザルやボウルの中に入れて袋の口を開くと盛り付けやすくておすすめだぞ。いつもは手袋をつけて手で盛り付けてるんだけど、動画なのでお箸で盛り付けていきます。この画角あんまり映えないよな。そうだね、次はもっといい感じの画角を探ってみようか。頑張ろうな。頑張ろうね。さあ盛り付けたらすりごまを上から振って。レタスときゅうりのやみつきサラダ完成です。ネオアオキッチン。はい、お待ちかねの実食コーナー。レタスときゅうりのやみつきサラダを食べてみた感想を伝えていきたいと思います。おお、いつものよりうまそうだな。そうでしょう。今日は蛇腹切りにしたから歯ごたえもあって美味しいと思うよ。もう待てないから食べるぞ。むむむ。これはなかなかうまいけど少し塩辛い。ごめん、やっぱり少し塩辛かった。そうだな、初めはいいけど最後の方になるときついかも。次はもう少し全体的に調味料を減らしてみるよ。それでも葵が作ってくれた料理は気持ちがこもってて美味しいけどな。ありがとう。少し恥ずかしいけどね。はい、本日は副菜編としてレタスときゅうりのやみつきサラダを作ってみましたが、いかがだったでしょうか？食材もそんなに珍しいものは使ってないし、洗い物も少なくて済むから手軽に作れるのがいいよな。水分が抜けるから調味料の調整が難しいけど、そこは何度も作って自分好みの味を見つけてもらえればと思います。俺は葵が作ってくれるから待ってるだけだけどな。じゃあ次はレオに作ってもらおうかな。視聴者の皆さん、いつもご視聴いただきありがとうございます。次の動画もぜひご視聴いただけたらと思います。この動画がいいなと思っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。批判でも称賛でもいいのでコメントしていただけたら励みになります。拙い調理技術と動画編集技術でお見苦しいかと思いますが、これからもよろしくお願いします。
それでは皆さん、次の動画で会いましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。